皆様こんにちは。藤原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第14回目、その前半です。テーマは東京裁判その2回目、パール判事。今日初めて1回目です。前半は日本無罪論です。日本人にとって戦争に負けた衝撃に加え、連合国が4年の歳月をかけ日本を徹底的に悪者と断定した東京裁判は二重の苦痛を与えました。完全に打ちのめされたのです。連日裁判の状況が報道されましたが、意図的に事実を曲げ、国民の知らなかったことを歪曲して報道されることも多かったのです。日本国民は、軍はそんなにひどいことをしていたのかと怒りを覚えました。そんな中、連合国側のパール判事が一貫して被告人全員の無罪を主張したことは、どれほど日本国民にとって慰めとなったことでしょう。本日は彼の働きと彼を支えた信念について考えたいと思います。パール判事は1886年1月27日生まれ、インドの法学者、裁判官、カルカッタ大学総長、国際連合国際法委員長を歴任、極東軍事裁判、東京裁判において連合国が派遣した判事の一人です。被告人全員の無罪を主張した意見書、通称パール判決書で知られます。連合国が日本を裁くために東京裁判を設置しました。どの法律で裁くかを決めないで言い換えれば、罪状を確定しないまままず裁判を開いたのです。この裁判で挙げられた罪状は、平和に対する罪と人道に対する罪でした。これらは戦勝国によって作られた事後法、つまり事件後に作られた法律です。パール判事は事後法をもって前の罪を裁くことは国際法に反するなどの理由で被告人全員の無罪を主張しました。これは日本側弁護団、京瀬弁護人の主張と同じですが、ウェブ裁判長は後日、理由を宣言すると清瀬弁護人に言って、裁判を開始しました。しかし、最後まで理由を述べることなく閉廷しました。この一点をとってみても、この裁判が初めから成立せず、違法であり、戦勝国の復讐劇であったことがわかります。また判事全員一致の有罪判決を目指す連合国側の動きに反し、パール判事はただ一人、全員無罪を貫いたのです。しかも、裁判の初めから無罪の確信を持ち、最後まで押し通しました。裁判の途中、奥様のご病気の容体が悪くなり、急遽インドに一時帰国されました。その時インドのネイル首相から他の裁判官に協力するようにとの要請がありました。おそらく連合国側からの働きかけであろうと思います。たとえ一国の主張からの要請であろうと、彼は態度を変えることはありません。信念を貫いたのです。また連合国側はドイツを裁いたニュールンベルグ裁判と東京裁判の統一性を求めていました。つまりドイツと同様に日本の行動をフォロコースト、ナチスによるユダヤ人大虐殺扱いに仕立てようとしたのです。彼は両者の重要な違いを指摘した上で、米国の原爆使用を決定した政策こそがフォロコーストに唯一比例する行為と論じ、米国による原爆投下こそが国家による非戦闘員の生命財産の無差別破壊としてナチスによるフォロコーストに比べる唯一のものであると主張しました。米国にとってはブーメランが自国に鋭く返ってきたようなものです。たまらなかったでしょう。また戦争の原因の一つとなった人種差別問題の観点に触れつつ、最初の原子爆弾の実験台として決して彼らアメリカ、イギリスは白人国を選ぶようなことはしなかったであろうと述べました。彼がこのように主張した背景には、私の動画7回目、
インドを独立させた日本人でもお話しいたしましたように、イギリスの長年のインド植民地支配が影響していたと思われます。アジア人であるインド人を長年支配してきたイギリスの抑圧に我慢がならなかったのです。その身勝手な論理を日本にも押し付けていることに義憤が爆発したのでしょう。欧米諸国の白人至上主義という欺瞞を徹底的についたのです。彼は後で述べているように、決して日本に同情したのではなく、あくまで法の正義を貫いたのです。パール判事はこう述べています。欧米諸国は日本が侵略戦争を行ったということを歴史に記すことによって、自分たちのアジア侵略の正当性を誇示すると同時に、日本の17年間の経緯を罪悪だと烙印することが目的であった。私は1929年から1945年までの17年間の歴史を2年7ヶ月かかって調べた。この中にはおそらく日本人の知らない問題もある。それを私は判決文の中に綴った。この私の歴史を読めば、欧米こそ憎むべきアジア侵略の張本人であることがわかるはずだと述べました。また欧米先進国では裁判の少数意見は必ず発表されることになっており、東京裁判所条例でも少数意見は公表すると明記していました。しかし時間がないということを理由に発表を禁止しました。当時 GHQ によって言論統制を受けていた日本の新聞はただ数行、インドの判事が異色の意見書を提出したと発表したに過ぎませんでした。かくしてついにパール判決書は日の目を見ることなく数年葬り去られてしまったのです。占領軍はポツダム宣言に違反してとても厳しい言論統制を行っていました。表現活動で厳禁にした30項目の第1の禁止項目は占領軍総司令部マッカーサーの批判、第2が東京裁判の批判、第3が新憲法、第4が検閲制度への言及等々30項目です。このうち東京裁判の批判は第2の禁止項目です。パール博士の全員無罪の判決文は東京裁判批判の最大最高のしかも権威ある法理論による批判です。占領下にこんなものを出版したらそれこそ首がいくつあっても足りないほどの処罰を受けるのは当然です。そこで日本が独立を回復する日、すなわち昭和27年4月28日を期し、それまでは内密に印刷し製本し28日に全国一斉に書店で発売しました。これが太平洋出版社発行のパール博士真理の裁き日本無罪論です。この本の新刊紹介は各新聞に取り上げられ大変な反響を呼びベストセラーになりました。パール博士の名が広く日本人に知れ渡ったのはこの本によってです。彼は次のような詩を残しています。ああ真理よ、あなたは我が心の中にある。その啓示に従って我は進む。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは正義でした。聖書の一節をご紹介いたします。有名なキリストの言葉で真理について語られました。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。新約聖書ヨハネの福音書8章32節。日本の国立国会図書館にはこの真理が我らを自由にするという言葉が掲げられています。これは国会図書館の設立の根拠となっている国会図書館官報という法律の前文に
次のように設立の理念が謳われています。真理が我らを自由にするという確信に立って、憲法の制約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立されると、真理を探求する姿勢を持って学問に勤しみ政治を行うなら意味のあることだと思います。パール判事の生き様からたった一人でも法という真理に基づき信念を通すなら、どのような大国でも圧倒することができます。一時は後退させられることがあっても、歴史はその真実を証明します。パール判事の生き様を見るとき、武士道に生きたように思うのです。それではお知らせです。次回第15回目、12月19日土曜日、毎週土曜日です。テーマは東京裁判3回目、パール判事2回目です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日はご視聴誠にありがとうございました。